はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回からこの鋳造した、部品の仕上げ加工をやっていきます。まずはクランクケースの上をこちらをやっていこうと思いますね。クランクケースは、上の完全な成功が1個と下の成功は2個あります。失敗ですが主要部分は使えそうなのが1個って感じですね。ここのフィンがダメになっちゃったのでちょっと微妙ですけどね、これは。なのでなんとかこのメインの1軍の1個で終わってくれればいいですけどね。多少の反りはありますね、やっぱ。面出し穴開けをなんとか付け替え1回で済ませたいからな。やっぱこっちからなんとかやるしかないですね。片側 0.3 ずつぐらいシムを入れて、よし。こんなもんだな。まずはこの側面1枚皮むいて完全な平らな面を作っておきます。あとはこの横、ここ2箇所同じように少しだけ皮むいてまっすぐな部分作っておきます。よし、これでエッジを取ったから起点が作りやすくなりましたね。はい、次はこの平面を作っていきます。はい、これで、この面一応終わり。それでもう、本当はここで穴開けたいんですけど、ピタピタにセットしちゃったんで、下駄入れないとまずいんですよね。なので、ついでに反対が先やっちゃいます。ちょっと順番入れ替えちゃいますね。よし、じゃあこっちの面だけ整えちゃいますね。そしたらもう一回ひっくり返して下駄入れると。ここにちょっと巣があるのが気になりますけど、これはなんでできた巣だろう、よくわかんないな。しょんない。このぐらいなら許容範囲でしょう。2だとなったら
接着剤パテ、メタルパテ系のもので埋めちゃいますね。そしたらまたちょっとひっくり返して反対側やってきますね。両面とも綺麗になりましたね。ちょっと気になりますね、この巣が。まあいいか。それでは裏返して、反対側の切削を進めていきます。最初の切削で起点となる平面を作ってあるので、まあ比較的基準出しは楽な方です。原点出たので、まあ一応は原点ということにしてますが、正直ちょっと曖昧ですね、ここは。しゃあないですけどね。はい、とりあえずポンチ打って、穴位置確認してきますね。いくつかポンチを打ってみましたが、やはりアルミの鋳造時の収縮によって若干ズレが出ています。なので基準位置を若干補正してちょうどいい位置に変更します。起点位置を補正したので、もう一度ポンチを打って確認していきます。位置は特に問題なさそうなので、このままドリルに進んでいきます。まずはいつも通りセンタードリルからやっていきます。これで下が OK と。で、ここは5ミリ貫通と。加工してて思うのは、こんなにネジいらなかったかもって思いますね。ちょっとネジの数増やしすぎたかもしれないです。なかなかこの辺の加減っていうのがよくわかんないんですよね。よし、これで、こっちの面からの穴開け終わりました。こっちの面の加工、あとはここの穴取りやらなきゃいけないですね。そのぐらいかな。そしたらこっちの座繰りやなんかやってきます。ちょっとタイトですね、全体的に。もうちょっと余裕のある設計した方が良かったですね。裏返しにセットしてまた原点出してきます。まずはここの水平ですね。ここ水平が出たらこの四つ穴の中心が原点ですね、今度は。よし、ぴったりだね。
いしょ。これで、これで穴の座標全部出しました。なのでこれの対角を取れば中心出ますね。はい、原点出ました。補正入れたのでこれで問題なしと。シリンダー取り付け用のネジですね。4.3 の下穴、4.2 の下穴ですね。8個じゃない、12個か。ここ多かったかな。まあいいや。ボルトいっぱいですね。相変わらず設計が悪い。ドリル加工が終わったら M5 のタップを切っていきます。数が多いのでちょっと大変ですね。はい、ネジ全部やったね。一応そのあるとこだけちょっと不安だけど、まあよしとしましょう。で残りは座繰りですね。それでは次は座繰りの加工を進めていきます。座繰り OK と。ではここのシリンダーのスリーブの入る部分にボーリングしてきますね。まずはゼロ合わせしてここを Y 軸は0でセットと。はい、穴開け加工はだいぶ終わりましたね。あとは、ここのシャフトの通る部分を荒取りしときます。結構ギリギリの寸法にしたいので、ここを取ってきます。何度も付け替えるのは面倒ですが仕方がないんですよね、これは。
超早送りの約50倍速でお送りしています。実際この作業は約30分かかってますね。はい、これで、下穴取りは終わりましたね。だいたい取れてるね。あと 0.5 ミリほど落としてきます。そうすれば、一旦、次はこれの相方になる下側を進めていこうと思います。まあ、とりあえずはなんとかなったかな。クランクケースの下側をやっていくんですが、最初の工程のデータがどっか行っちゃったので、まあ次の工程から進んでいきます。はい、青ニス塗って分かりやすくしたので、あとはここの中心ですね。ここの中心が原点となるので、まずはそれを探してきます。でやるしかないですよね、もうここは。この四つ角の中心を原点として使っていきます。では穴あけとネジですね。ここは3箇所はノックピンなのでストレート穴、残りは全部ネジなので 4.3、4.2 で M5 のネジですね。で20ミリ掘り込むと。センタードリルによる下穴付け終わりましたね。ドリルの下穴ですが、先ほどセンタードリル打ってるので同じようにやっていくだけなんですが、まあ数字の読み間違いがないように注意していきます。このように DRO を使って位置確認しながらやっていきます。これでタップの下穴開け終わりましたね。やっぱ自分の設計ネジ多すぎるかもしれないです。もっと少なくても問題ない気はするんですけど、なんとなくここにもいるかなと思ってつけていくとやたらネジばっかになっていくんですよね。これ半分ぐらいでいいような気がしなくもないんですけどね。実際のところどうなんでしょうね。設計するときにネジの数ってどうやって決めるんでしょうね。わかんないけど。コスト気にしなきゃ多少増えたところでというものでしょうけど、まあ実際メーカーの場合はコスト大事なのでそうもいかないでしょうけど、これで OK。 はい、実際これできたんですが2箇所ほど間違えましたね。この2箇所穴の位置違いました。なのでこれは後で補修します。まあ補修方法としてはネジ、アルミのネジ打ち込むときに JB ウェルドで固めるという方法ですね。それで固まったら、本来の位置に穴開けていくという手法でやります。まあ先にこっちの面
整えちゃいますね。この面整えるにはこいつをこんな感じでセットできるように穴あけとネジ止めをしなきゃいけないです。ではまずはベースプレート準備していきます。ベースプレートとの固定はクランクケース側のネジ穴を利用するので、ストレート穴を何箇所か開けていくというだけですね。よし、これでこいつを固定すると。これでこいつが固定できるはずですね。はい、これで固定終わりましたね。あとは角度をつけてそしたらまずこいつを約2ミリ落とさないとね。ちょっと後ろに下げるとこんなもんか。もうちょっとだけ下げる。これで OK。はい、では上の面をどんどん削っていきます。最後にエッジの部分というか側面もちょっとだけ削っておきます。こうすれば後で起点が出しやすいですね。一応綺麗な面も4面作ったのでこれでいいでしょう。はい、これでこの面とこの面終わりましたね。次はこっちから穴あけですね。やっていきます。よいしょっと。なんか動画編集してみるとこの起点出しばっかりやってる気がしますね。でもうちょっとこっちか。はい、セット完了したのでこの四隅のエッジで中心とします。クランクケースの内側は R がついているのでドリルがそのままだと逃げちゃうので、まずちょっとエンドミルで平面を作ってからセンタードリルを打ち込んでいきます。ここは6ミリの貫通と。あとは同一座標に座繰りですね、やってきます。はい、これで座繰りまで終わりましたね。
じゃあ、あと残すところは、これ単体でやるのは、ここの補修。ここは失敗したな。それとここの荒取りですね。までやっていきます。はい、ミスったこいつの修復手順ですが、まず、接着油ついてるので、綺麗にします。はい、アルミのネジ、M5 のネジ。まあ軽くですが、とりあえず作ってきました。これを失敗した穴に埋め込んで、打ち込んだ後に、ネジを切り飛ばして、再度穴開けっていう感じですね。修正に使うのはこの JB ウェルドですね。とにかくまずは脱脂と、できるだけきちんと脱脂していきます。とにかく接着条件を良くして、ちょっとでもマシな状況を作っとかないとダメですね。そしたら JB ウェルドを少量取り出して攪拌と。そんなに量はいらないので、こんくらいでいいかな。まあ前回もの1号機の方も一部 JB ウェルド使って補修してるんで実績はありますね。まあ補修なんかしないで済むならそれに越したことはないんですけどね。接着剤も完全に硬化したので、加工していきます。はい、これで出っ張りなくなって綺麗になりましたね。あとはこっち側をやっていきます。こっち側も機械にセットして進めます。はい、これで、とりあえず 0.005 までは追い込んだので、一旦これでいいですね。あとは常磐で揃えます。よし、こうなってくれれば、新しく穴開けられますね。これで OK。はい。これでネジ分の補修できましたね。あとは、ここを荒取りすれば OK です。やっと最後の加工ですね。クランクシャフトの通る通り穴の部分を荒取り加工をしていきます。これでクランクシャフトの通る部分の荒取り終わりました。よし、これで上下の個別にやらなきゃいけない作業は一応終わりとなります。まあ厳密にはケースが出来上がった後クランクシャフト作ったり他の作業が終わったらまた微調整が入るんですが、内部のまあ今のところはこれで終わりとなるんですよね、ここの作業は。後でちょっと合わせをやってみますね。
それが問題なければ今回の作業はこれで終わりです。とりあえず外しちゃいますね。もう忘れ物ないよね。開け直した穴もまあ問題はなさそうですね。はい、これで、クランクケース上下とりあえずの加工は終わりですね。まあ合わせてみますね。特に問題なく合うはずです。というか合わなかったらおしぴったり。ロックピンの位置もいいね。なんだろうな、同じ条件で鋳込んでるはずなのに、収縮率が微妙に違いますね。はい、まあとりあえずネジ軽く締めてきますか。これで OK、いいですね。大丈夫だね。はい、次、次回の加工はここのこっちとこっち左右ですね。左右の加工とクランクシャフトの通る穴を進めていきます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。